私の周りにいろいろな考えを持っている方がいます。その中で超リベラルな人もいるので、久しぶりに一人の J 君と電話で話してみました。それについて今日お話しさせてください。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。昔からもう30年ぐらい前から付き合いのある J から始まる名前の J 君と電話で話しました。久しぶりの電話だったんで、数ヶ月ぶりだったので、いろいろまた元気かいっていう普通の話をしながら、やっぱり彼に聞いてみたいなと思ったことがありました。トランプ寄りになりましたでしょうかって聞いてみたら、長い、細かい、面白い話になりました。その話の内容が多分、普通はね、自分の意見と違う、特に政治になるとよく喧嘩することとかがあるんだけど、昔から J 君との間で、我々の考え方が180度が違うとお互いに分かってるのに、それでも冷静に話をできる付き合いなんですよね。アメリカの中で今の選挙がかなり話題になっているからこそ、聞いてみたらどんな反応なのかなと思って、まずトランプトレインに乗りましたかって聞いたら、ってふっと出したんだけど、まだでしょうかって聞いたら、いや、トランプは支持できないと。はっきり言ってました。で、なぜっていう話になって、逆になぜって彼がそれを答える前に、スティーブはトランプよりなんのって聞かれたら、いや、バリバリですよって。で、なぜと聞かれたら、私は先に答えました。強いリーダーシップ。アメリカの愛国者、アメリカを愛してる人。そして、お金で腐ってない人。じゃないと、汚染されてない人じゃないと、アメリカの大統領になっても何のプラスにならないんじゃないかって言ったことに対して、一つ面白い面では、二人の意見がつながったところあります。お金で汚染した腐った政治の話ですよね。J 君がその面では、スティーブと同じ考えが結構合ってたんで、同じ考え方だったんですよね。J 君はリベラルという言葉がね、今もね、本当に変な意味になってきたんだけど、正直に昔からリベラルの考え方というのは、政府を信用しない、パワーのある人たちを信用してはいけない、表現の自由、言論の自由、差別のない世界、そして環境をきれいに しましょうとか、よりいいことがいっぱいあったリベラルが、俺に言わせると、今のリベラルと昔のリベラルの大きな違いが、金で腐ったことなんですよね。リベラルだけじゃないんですよ。他の政治家、パワーのある人たちが金で腐ることが、俺とオールドファッションのリベラルのジェイクみたいな人で、一つの共通点だなって、今回本当に感じましたね。お金で、さらに10年、20年前からビジネスと企業と偉いお金持ちの人たちから入ってくる、特にビジネスから政治に流れてくるお金で、政治家が腐る。政治家の政権も腐ったことが彼も認めました。やっぱりそのお金に頼ってる政治家が国民よりもそのビジネスよりになっちゃう。そのお金がね、もらったお金をやっぱり恩返しがあるんじゃないかっていうことで、政治家は国民よりそのお金をくれた人たちを優先していることが、私も彼も全く同じ意見だったんですよね。そして、ディープステートについて、DS、ディープステートがあると思ってますかっていう話になったら、まずと聞かれたら、私はものすごくあると思います。ほら、私は昔から言ってることじゃんって言って、J 君が言ってたんですが、確かに彼が昔から言ってました。政府の中、本当にディープの我々は理解できないような汚いところがある。CIA、FBI などのところが全く信用できない立場だったんですよね。彼が昔から。ほら言ったじゃん昔からって J 君が興奮したんですけど、確かに言ってます。それ認めます。私も本当は多分昔あんまり信じたくないことだったんだけど、見れば見るほど、動きをいろいろ見れば見るほど、そしてそのディープのところ、どんだけディープということを調べれば調べるほど、J 君と同じ考え方もその面でもありましたよね。
表現の自由、言論の自由の話にもなりました。どう思いますかって、左寄りのね、リベラルのジェイ君としてはどう思うって、よろしくないって彼が言ってたんですよね。今の政権とか今いろいろなことの中を見ると、どうなってるの？最終的にジェイ君から見ると、お金でシステムごとが腐った、ダメになったことが彼が強く持っていることにも、私は100%賛成してます。このチャンネルで言ってるし、彼も同じことを昔から考えてきてるし、お金と力、パワーで政治家、システムごとが腐るということは、これはアメリカだけじゃなくて日本も同じことだと思うんですよね。外から入ってくるお金。英語だったらロビイスト。ロビイスト、ロビーをする、政治を変えようとしている。いろいろあるんですけど、そのお金を受けた政治家が国民よりもお金をくれた人たちに恩があるんじゃないかという、そういう関係をできちゃうとよろしくないって。ということは、私と超過激リベラルなジェイ君とまた繋がったんですよね。話しながら俺が気づいたことあります。反対していることも意見がまるっきり違う。俺が保守派。彼がバリバリ進歩派って言うんですか？左よりのプログレッシブと、こっちはコンサービティブ、保守的な相方。でも長年も友達してきたからって、こういろんな話を聞きながら、彼の意見も聞きながら、結構意見が合ってるところが多いんじゃないかと思ったので、私の方からこう投げてみたんです。同じことってね、考え方一緒ですよね。それならなぜトランプよりじゃないですかって。トランプが俺に言わせると、ジェイ君が気にしているところとか気になっているこのダメになったところが彼はそれ反対なんですよね。ステート潰したい。いろいろ汚いことを明らかに公式データにしたいなって言ってるのはトランプ。トランプについてきた元リベラルなケネディのロバート・ケネディもいて、健康、環境などのことはもうジェイ君から見るとすごい重要なところもトランプチームがそれ全部言ってるの。なんでトランプは支持できないのって言ったら、トランプはベイビー。トランプの自己満足のところが嫌だと。トランプの言い方も嫌だと。トランプは赤ちゃんのようにもう泣きつく。トランプの言い方がひどい。トランプの人の脅し方が汚い。っていうことが強く言ってたジェイ君に対して、確かに一部ね、トランプはまあ誰と比べてベイビーなのかってわかんないんだけど、そこまで叩かれる人、そこまでみんなにロシアからいろんなスキャンダルを作られたスキャンダル、FBI がディープステートが作った嘘の話、100% 嘘だとバレている話、起訴されて、弾劾されて、なんだかと毎日のようにガンガンやられる人が、やっぱりファイトバックしないといけないんじゃないんですか？プッシュバックしなきゃ、なんか言わなきゃ自分の立場、自分の評判、自分の家族、どんどんやられること、やっぱり返すことが強いリーダーシップじゃないですかって。俺が言ったことに対して、いや、でも言い方がある。やっぱり大人らしく、やっぱりやらないといけないとかっていうところでは、俺とジェイ君がせっかくそんないろんなところで繋がってきたのに、そこでちょっとバッティングしてきたんですよね。どうしてもトランプの性格が好きじゃない。トランプの態度も好きじゃない。トランプは自分しか言わないと思っているジェイク。俺は違う見方しているんですよね。トランプは金持ってます。誰のお金も必要ないです。お金のために大統領になろうとしているわけじゃないです。逆に、バイデン、他の政治家もそうなんだけど、もともとお金がない人たち、アメリカのためにと言いながら、政治家になってからえらいお金持ちになる。オバマもそう。バイデンもそう。バイデンファミリーもそう。みんなカマラ・ハリス、カマラの旦那も、ナンシー・ペロシとか、どうやって政治家で大金持ちになれるのか。汚い人だというのが、でもジェイ君もそう思ってると思いながら、トランプはでもね、誰のお金もいらない。頭を下げることはありません。お金ください。あれしてくださいとか、中国には別に金をもらってるわけじゃないし、他のロシアからもね、明らかな嘘もお金もらってる。誰のお金もいらない。アメリカファースト。
アメリカのため、自分の給料さえも取ってないんです、大統領として。それも会長いらないって、国のためにやってるから、それが素晴らしいんじゃないですかっていうことに対して、ジェイ君が、彼もやっぱり汚染している。汚いことをやってる。お金も他絶対取っているんだろうとかって言うんですが、俺はそう思ってないんですが、ただ、その中でね、完璧な人間が一人もいないと思います。完璧な大統領もいると思いません。すべての面ではこの人と同じ意見だということはない。中では、どっちかといえば、スティーブに言わせると、お金には関係ない。どっちかといえば、このディープステートを全部明らかに情報を出すと言っていることと、何よりも、パワーのある人、力のある人たちに、ガンガンやられてる人の方が、俺に言わせると、なぜそんなにやられるのか、なぜそこまで脅されるのか、なぜ2回も暗殺されそうになったのか。その面では俺が気になることをジェイ君に言ったら、どうしてもトランプの性格上のことでは彼のこと好きじゃないです。以前もそうだったし、今でもそうみたいですよね。それでも、ジェイ君と最後に2人で笑って、よく2人でリベラルなジェイ君と保守的なスティーブってこんな長い付き合いがね、できてきた。これは、やっぱり、こういう話が必要だと思うんですよね。みんな感情的になって喧嘩になって話できないところもあって、それはなぜかって分かる部分はあるんだけど、俺とジェイ君の付き合いももっとあればいいんじゃないか。お互いの違いをもう理解し合って、こっちの意見をもう聞いてくれて、考え方の違いをリスペクトすることが重要なのかなと思うんだけど、最終的に俺に言わせると、いつかまだ時間かかるかもしれないんだけど、ジェイ君もいつかもっとスティーブよりの考え方になるんじゃないのかなとということは私の中で思ってますが、久しぶりに話できてよかった。ジェイ君はそういえばビジネスマン、ビジネスオーナーなので、経済的にはやっぱりどっちかといえば多分トランプに近いと思うんだけど、面白いのはその性格上のトランプの赤ちゃんっぽいっていうところはどうしても彼に嫌だなっていうところがあって、少し勉強になりました。面白い話になりました。また選挙後にジェイ君に電話入れて、またいろいろ聞いてみたいなと思います。もうスティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。10月26日、日本時間、オンラインのセミナーをやります。下の説明欄にセミナーの内容と、その登録の仕方が書いてあるので、セミナーは無料なんですが、事前に登録が必要なので、登録してみてください。スティーブ的視点のグッズ、これからもう冬になるので、寒くなると思うんですが、新しい新商品といろいろ今開発中なので、steve'spov.jp と Amazon Japan をチェックしてみてくださいね。ステッカーなどもいろいろ楽しいサムズアップ的な商品がいっぱいあります。Twitter、X、Instagram、Facebook もやっております。すべては@steve'spov なので、フォローの方をよろしくお願いします。やっぱりいろいろ感情的になりやすいところ、特に政治の話になるともあるんですが、なるべくそうならないように、冷静に聞いて自分の立場を主張して、相手が冷静に聞いてくれない部分もあるかもしれないんだけど、こういうジェイ君みたいな人との付き合いはすごい重要だと思います。あんたの意見は好きじゃないからもう付き合わないんじゃなくて、聞いてください。教えてあげてください。意見交換もいろいろ交わしながら、よりいい付き合い、より世界、よりアメリカ、より日本につなぐんじゃないのかなと、なんとなく思いますので、あとは笑顔とサムズアップでやっていけば、なんとかなるんじゃないかと思います。日々前進前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いします。ではこの辺で失礼いたします。